こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。で、以前ですね、ライカ SL2S の L ログで撮ったフッテージをカラーコレクションするという動画をアップさせていただきました。今回は、カラーコレクションした L ログのフッテージをカラーグレーディングしていくっていう動画になります。で、カラーグレーディングはもちろんその映像を作る方のその目的によって色味だったりとか明るさだったりとかっていうものは全く異なるので、正解っていうものは多分ないと思うんですけれども、いわゆるカラーコレクションから少し雰囲気のある映像にしていくフローをちょっとご覧いただければというふうに思います。で、今ご覧いただいているのはプレミアプロの、画面ですけれども、室内でまずシューズを撮っている映像になっていて、今ご覧いただいているのは L ログの素のフッテージになりますね。スライダーを使ってちょっと撮ってるんですけれども、室内で撮っているものになります。で、これをですね、カラーコレクションしていくとこんな感じになりますね。基本的にはホワイトバランスをとって、明暗つけて、サイドを、ちょっと調整したっていうような格好のものになってきます。で、グレーディングしていくんですけれども、私が一番多く使うのは、シャドウ部分を若干グリーンないしはブルーとの中間あたりに置いていく。で、中間域を若干オレンジ側にする。そうすることで、シャドウのグリーンまたはブルーにしたものを、中間をオレンジにすることで少し元に戻してあげる効果がありつつ、シャドウだけグリーンだったりブルーのニュアンスが残っていくっていうものになります。で、さらに雰囲気を作っていくためにハイライト部分を例えばちょっと薄いブルーを入れてみたりとか、薄い例えばオレンジを入れてみたりとか、それは目的によってなので様々なんですけれども、このフッテージでいくとこういう感じにするとちょっとニュアンスが出てくるかなというふうに思います。で、グレーディングした内容でいくと、このカラーホイールとカラーマッチのところを見ていただくと分かる通り、シャドウ部分を少し、いわゆるティールカラーって言えばいいんですかね。グリーンとブルーの中間あたりの色に持っていってます。で、ミッドトーン、中間域は、若干、赤を入れていくようなニュアンスで、入れています。で、これだけでもある程度色は整ってくるんですけれども、ハイライト部分で、軽くブルーを入れているような感じですね。そうすることで若干ニュアンスが出るようなカラーになるかなっていう感じですね。で、色をグレーディングした後と前とでちょっと比較してみるとこういう差が出てきます。これがカラーグレーディング前でカラーグレーディング後。少しシャドウの部分だったりとかこのブラックの部分のニュアンスが違っているかなっていうのがあるんですけれども、それ以外は大きく変わってないかなっていう印象ですね。こういう感じでニュアンスを作っていきます。で、シャドウ部分にグリーンだったりブルーだったりまたはティールっていう言われている色を加えていくことによって何が起きるかっていうと、例えば普段見慣れた風景だったりとか見慣れたものであっても、シャドウ部分にそういった色を入れていくことで、知っている、見たことのあるものだけれども、そこにはない別の世界の何かっていうようなニュアンスを与えてくれる。普段見ているここではない何か別の特別な世界だったりとか、怪しげな世界だったりとか、思い入れのある世界だったりとか、いうような表現をもたらしてくれるのが、シャドウ部分にグリーンないしはブルー、またはティールっていうような色を入れていく理由になりますね。で、シャドウにそういった色を入れていくと、全体的に意外に印象がブルーだったりグリーンだったりっていう印象が強くなってしまうので、それを少し戻すっていう感覚でミッドトーン、中間域を赤だったりとかオレンジ色っぽくちょっと戻してあげるようなニュアンスがあります。実際見てもらうと、今ハイライトも元に戻してミッドトーンも元に戻すとかなりグリーンというか
あいう色に染まってると思うんですけれども、このミッドトーンをですね、少し赤を入れていくとどうなるかというと、ちょっとこう戻ってくるんですね、色がね。で、こういう黒い部分だったりとか、このシャドウの部分だったりとかに、少しグリーンのニュアンスが残ってるっていう感じですね。さらに、このハイライトあたりで、シャドウと同じ色だとあまり面白くないので、少しブルー寄りのニュアンスを入れてあげると、ちょっと映像に、説得力が増してくるかなというような感じになります。で、もっと怪しげだったりとか、ニュアンスを、入れていくのだとすれば、ですね、このトーンカーブの部分でもっとこうシャドウを落としていったりとか、全体的に暗くするような絵作りだったりとかすると、少し、ちょっと怪しげだったりとかするような感じになりますよね。で、逆に全体的にちょっとトーンを明るめにしてあげると、かなりライトな印象になってくると思いますよね。で、今現在これは、さっき言ったカラーでグレーディングしている感じになるんですけれども、逆にこのシャドウの、グリーンないしはブルーまたはティールの色をやめて、全部やめますけど、逆に、オレンジ系の色でちょっと染めてあげて、これシャドウですね。で、それの反対でミッドトーンをちょっとブルーを入れていくような感じ。そうすると、なんていうんですかね、少しこう1970年代のフィルムルックのようなニュアンスも出てくるかなというふうに思います。なので、あくまでも、どういう映像にしたいかっていう、意思によるものなので、正解はないんですけれども、こういう色の明るい部分、シャドウ、ミッドトーン、ハイライトのそれぞれのこう明るさの領域の中で色をちょっと入れていってあげるだけでも、だいぶ映像のニュアンスが変わってくるというようなものになりますね。で、こちらはですね、山の中で、撮った一コマなんですけれども、これも、ライカの SL2S の L ログのフッテージになります。で、元のフッテージはですね、こういう映像になってます。かなり、霧がかかっていたので、白っぽい映像になっているのに加えて、もちろん、ログで撮っているので、だいぶこう白がこう霧がかった印象が強いんですけれども、これだけだとニュアンスが弱いので、まずカラーコレクションをすると、こういう感じになりますね。明暗をちょっとコントロールして、こちらもサイドをちょっと調整しています。で、さらにこれに、カラーグレーディングをしていくんですけれども、この森の中でこう霧がかかっていてちょっと怪しげな雰囲気なので、こういう感じでグレーディングしてみました。で、これもシャドウ側をティールで落としてあげて、強くしてあげて、中間域、ミッドトーンを若干、ほんの気持ちですけれども赤を入れてます。で、ハイライト部分をさっきと同じようにブルーにしています。そうすることで、こう、霧の奥の方にこう雰囲気が入ってきてるかなっていう印象がありますね。で、森の中ということもあって、こういう緑のニュアンスっていうのもしっかり出せるのかなというふうに思います。で、これもさっきと同じように、もっと、怪しげな雰囲気を作っていこうと思うと、もっとシャドウを落としていって、全体的なトーンも落としていくと、かなり、ミステリアスな雰囲気になってくるものですね。なので、こういった感じでカラーグレーディングしていくと、思い通りの絵になったりしていくかなというふうに思いますね。逆にさっきのように、このグレーディングしたものを一旦元戻して、シャドウをちょっと赤からオレンジっぽいようなニュアンスを入れて、逆にミッドトーンをちょっとブルー、ティールを入れていく感じにする。で、ハイライトはそのままにしてあげて、明るさをちょっと調整してあげると、
またちょっと別のニュアンスになってくるかなというふうに思います。例えば朝の山の森の中というか、いう感じであったりとかしますね。ここにハイライトにちょっとこうブルーを入れてあげると、よりこう朝のニュアンスが伝わってくるかなっていう感じがしますよね。こういった感じで私は結構カラーグレーディングすることが多いですね。この明るさ、シャドウと中間域、ミッドトーンとハイライト部分、それぞれにそれぞれの色を当てていく。で、シャドウとミッドトーンの色を、いわゆる反対色に持っていくことで、ニュアンスがつきすぎたものをちょっと戻してあげる効果があるかなというふうに思うので、そこら辺で全体のバランスを取る。極端に全体の画面が緑になってしまったりすると、ちょっと見にくくなったりとか違和感を感じてしまうので、そこでもちょっと戻してあげるっていう作業で、色作りをしているっていう感じですね。もちろん、極端に全体の画面を緑にしたりとか、逆に赤っぽくしたりとかっていうのはあくまでも演出の部分に関わってくるので、そういう目的であればそれはもちろん正解になってきます。最初に言った通り、カラーグレンディングに関しては正解がないので、その目的に合った雰囲気が出せるかどうかっていうところですね。そこら辺は一番簡単なのはまず明るさ、明るいところ、中間域、暗いところの部分でそれぞれ色を変えていくっていうところでニュアンス、雰囲気が出せるのかなというふうに思います。で、もっと細かいところでいくと、例えば人の肌の部分だけオレンジを強くしたりとか、見せたい、その映像の中で一番フォーカスを当てているものに対して、対象物に対して色を彩度を高めにしておいて、それ以外の背景は彩度を落としていくとか、ああいう方法は考えられるかなというふうに思いますけども、そこら辺も、映像の目的によりますし、細かい作業がそれ以上に必要になってくるっていうところもあるんですけれども、まずは簡単に、映像の雰囲気を作っていくっていう意味でのグレーディングだと、こういった方法があるかなというふうに思います。ということで、今回はライカの SL2S の L ログフッテージで、カラーグレーディングをするというような内容になっています。この動画、もしよければ高評価のボタン、そしてぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。